昔はお父さんがね、それこそ活魚車を運転して、私が隣に乗ってサラブレッドやねんか。魚を傷つけないように素早く。ゲッタラ TV をご覧の皆さん、毎度いかがです。今回ですね、あなたのトラックに乗せてくださいということで愛知県にお邪魔しております。早朝からですね、ちょっと準備をしていただいているので、ちょっといろいろと聞いていこうかなと思います。お願いします。お願いします。すいません、お名前をお伺いしてもよろしいですか。はい、大巻えりです。えりさんですね。はい、はい、すいません、一日お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずこれからどういったお仕事をされていくっていう感じなんですかね。ざっくり言って、はい、ざっくり漁師さんから生きてる魚をもらいに行きます。どういった会社さんなんですか。運送会社さん。運送会社ですね。はい。活魚の卸っていうちょっとね、はい、言われてもはいなかなかピンとね、はい、来るワードじゃないと思うので、はい、そこを今日は体験しながら学ばせていただけるみたいな感じなんですかね。そうですね。はい。すいませんが、今日ね一日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今こう車庫出て今何時ぐらいですかね今。今、はい3時半ぐらいです。こんな早朝からいつもお仕事されてるんですか。そうですね。朝早いですね。めちゃくちゃ眠いんですよ今。そうですよね。積み込み時間がもともと早いし、はいで着くまで距離があるので、はい。やっぱこのぐらいの時間に出発しないと間に合わなくて。だいたい何時間ぐらいかかるって感じなんだいたい2時間半ぐらいかかります。 2時間半。はい。マジっすか。じゃあこれをいつも同じルートでじゃあお父さんの気分で変わります。お父さんの気分。そうですね。お父様はそもそもこうお魚屋さんをされてるって感じなんですか。魚屋っていうと違う、俺は活魚の卸だって言われます。活魚卸なんですって。あ、やっぱすいません、お父様ごめんなさい。怒られちゃいますね今。じゃあこう言っちゃうと。ちなみにお名前はどういった会社名さんなんはいですか。。北洋水産です。北洋水産さん。はい。なんでお父さんのそのなんか名字が北出なんですけど、はいその北出の北を取って北洋水産なんで、はい。なんか自分の中でもちょっと北洋水産ってなんか特別な存在で。で仕事の時は一応今大脇ですけど、はい北出で仕事はやってます。あ、そうなんですね。はいじゃあそうです旧姓ではい、そうですね。名刺も全部旧姓で。旦那さんつってるわけ間違わないですよ。でもそこはちゃんと理解してくれてるので、はい。基本的に何でも OK の人なので、何でも OK なんですか。私がやりたいって言ったことは全力で応援してくれるし、はすごい陰で支えてくれてるので、いはい。もうめちゃくちゃもう感謝してます。めちゃめちゃデレデレやないですか。どんなことしてるこう会社さんなんですかね、北洋水産はね。そうですね。この漁師さんから魚をはい。直接もらいに行っもて、らいに行って。でお店に大きい水槽があるんですけど、はい。お店そに。こにその今日取りに行った魚を全部生かし込んで、はい。で注文が入ったらそれをまた運搬するっていうお仕事です。市場がお休みの時とかは、水槽に泳いでる魚はい。を締めてお店に配達するっていう業務をやってまあー、取りに行くだけじゃなくて、そういったす。あ、そうですね。配達の業務の方がずっとあ配るから。達もやってます。はい。で、お父様がもうじゃあずーっとこの家業をされてるって感じなんですか。もともとお父さんのはいお父さんも魚屋さんをやってて、それこそ本当に普通の魚屋さん。こうやってなんかおじいちゃんがお魚屋さんやってたみたいな。そうです。はい。それがずっと続いて、はちょっと魚屋とは違うんですけど、はい。お父さんは活魚の卸を。じゃあもう魚にあれですね、昔からこう代々こう関わってきたみたいな感じなんそうですね。なんか魚のことになるとめっちゃうるさいです。魚の怖いっすね。そうです。娘とか関係なく言ってくるので。マジっすか。はい。やっぱりこう職人気質というか。そうですね。本当にそうです。こだわっておそうですね魚だったりとかも選ばれてるっていう
感じなんですね。そうですね。目利きはすごいと思います。そうなんですね。結構じゃあ料亭さんだったりとかそういったところにこう納品だったりそうですね。はい。多いんですか？逆にいろんなところに納品させていただいてます。あ、そうだったんですね。はい、そうですね。で、いつもはこう何時ぐらいに起きてるんですか？そうですね。いつもは2時半とか。だいたい2時半とか。そうですね。なんか女性ならではのこの準備のなんかルーティンみたいなのあったりするんですか？本当になくて、もうはいとにかく1分1秒長く寝たいので、もう省けるところは省くって感じです。あ、そうなんでなんもう化粧はもうどうでもいいと思っていつももう常にすっぴんです。マジっすか？はいじゃあ今すっぴんでいらっしゃる？そうです。すいません、すっぴんで。マジっすか？そうです。すっぴんでめちゃめちゃお綺麗なんですけど、いえいえ。今これお仕事の作業着に着替えてらっしゃいます？そうです。めちゃめちゃド派手やないですか。そうですね。なんか決まってないですか？なんかこの作業着着てとか。全然決まってないです。自由です。自由なんですか？はい、そうですね。めちゃめちゃいいっすね。今日は気合い入れるために赤にしました。あ、今日気合のレッドなんですね。はい。で、ちょっとね、女性の方にね、聞くのを僕毎回ね、ちょっとね、失礼なんですけど、はいご年齢って聞くことできますか？はい、全然何でも答えます。33歳です。 33歳。はい。全然見えないですよ。僕嬉しいです。年下の方なのかなって正直思ってた。いくつなんですか？今まだ30歳でしてあ、結構近いですもんね。そうですね。ね、同世代ぐらいですよね。はい本当に同世代の方に聞いてるんですけど、はい。どんな曲とか聞いてました？どんな曲？い私もあゆとか、あゆね、倖田來未とか、倖田來未ねもうめちゃくちゃ大好きです。だからヒョウ柄なのか。それの影響ですかね。完全なギャル世代みたいな。そうですね。ギャあール世代ですね。マジで昔の写真これ残ってたらこれカット差し込んでほしいわ、ほんま。それ見ながら僕も楽しみますわ。あー、わかるみたいな。めちゃくちゃギャルでした。めちゃくちゃギャルやったんですか？そうですね。で、今はもう落ち着いちゃったって感じですか？はい、今落ち着きました。でもなんかうち男の子が3人いるので、子供が3人いて、お子さんがね。そうだ、もう全然言うこと聞かないんで、そうなんか優しく言ってても、はい何言っとんだママみたいな感じだから、はいはいはい。おいこの野郎みたいな感じでもう喋っちゃいます。おい聞いとんかこの野郎で言っちゃってるんですそうか？もう聞いとんかって言って、ちゃんと話聞きなさいって言って。そうですねお子さん3人いらっしゃるんですか？そうです。3人います。上の子が今はい1年生なんで7歳で、はい、7歳。下が6歳、はい。今年6歳になりますね。あ、今年6は歳。い。で一番下が、はい。 4歳ですね。めちゃめちゃ可愛いですね。年ごとね2個違いなので、もう本当に起きた時から寝るまでがもはいう戦争みたいで、テレビも今3代目、 3代目。もう次壊したら、はいもうテレビうちないからねって言って。まあ男の子なんでやっぱどうしてもパワフルですもんね。そうですね。この活業車に乗ってはい。だいたいどれぐらいなんですか？そうですね。三男の子が、はい。お腹にいる時に免許取ったので、ってことはなんで今もう4年4年。ですね。じゃあ4年前ぐらいにそのトラックに乗ろうと思ったそのきっかけなんですか？きっかけは、はい。そろそろ大型の免許取ってもいいよって言われて、はいっていうのもその前、私結構、なんだろう、まだ結婚する前にはい。すごい遊んで、結構すごい夜遊んでて、はいでそのまま寝ずに仕事とかだったので、はい。会社の車を、はい廃車にしてたりしてて、どういうことですか？事故です。事故っちゃって。そうなんです、そうなんです、はいトラック運転したいって言ってたんですけど、はいもうあんたに運転させたらトラックすぐダメになるから嫌だって言われてたんですけど、はいもう子供もねいるし、はいもう安定してきたからっていうのではい。免許を取らせてもらいました。えもともと私ウェディングプランナーやってたんですけど、なんですなんで結婚式場に働いてる、そういうはい、そうなんか披露宴中にはい新郎新婦さんにサプライズをしてもらうのが夢で、
はいなったんですけど、はいいざその夢が叶いましたすごい嬉しいってなったんですけど、はい自分の中でも燃え尽き症候群ですかね。はいなんかもうやりきった感でうプランナーを辞めて、んやめられてはいでそっからはうんもう1年ぐらい遊んでお金がなくなったらパパの仕事手伝わせてもらってましたあーそうそんな必殺技があったわけですね。すげえ廃人生活してました廃人生活ですか。そうですね。逆にここまで続いた仕事ってないので、あ、そうなんですか。そうですね。なんかこれ次達成できたらまた次の目標ができるから、んもっともっと頑張ろうっていう気持ちにさせてくれます。ああ、で、活業者ってこれ勝手なイメージなんですけど、男性の方がなんかバリバリ働いてますみたいな。そうですね。女性の方っています？他に見たことないですね。見たことないですよね。そうですね。その漁師さんに、ねはい女の人で活魚車乗ってる人いますかって言っても、はいや見たことないって言ってい。むしろ逆になんか増えてほしいとかって思うことあります？なんかねえ思いますね。でもなんかね魚だし汚いしなんか顔にね海水かかるしってすごいねあんまりイメージは多分良くないと思うんですけど、女の人でもなんか男の社会でちゃんとできるよっていうのをなんか自分通して感じてもらえる方がいたら嬉しいなっていうのは思います。名言出ました。ありがとうございます。もしなんかね募集かけるってなったら女性がいいっすよね。私が、はい、欲しいなって思います。で、ギャル限定で。ギャル類友なんでね多分ねギャル集まりそうですね。ギャル限定で。はい。なんか辛いこととかってあったりとかします？辛いこおと仕事で。もうなんか不規則なのでなんか目覚ましなしで寝たいって思います。ああ、もうなんかもうずっと眠り続けたいみたいな。そうですねもう、うんでも若い時は本当にアラームなんて聞こえなくて全然起きれなくて、はい寝坊ばっかりだったんですけど、はい。でもね子供産んでからちゃんと変わりました。ちゃんと起きれるちゃんと起きれる大人になったみたいな。大人になりましたであとお腹空いたのになんかトラックだと、はいやっぱ止めるところが限られてるので、止めるところがなくてご飯食べそびれるとかああ、ご飯食べれないときイラッとしません？イライラしますですよね。マジ腹立つってなります。でも痩せろってことかなと思ってもう耐えます漁港に着いたらまず何するんですか？まずは、はい後ろに水槽があるのではい。その水槽にはい海の海水を汲みます、なんかホースとかそんな感あじの。そうですね多分イメージ湧かないですよね。なんか自分はなんか小さい時から結構もう見慣れてたから、はいなんかそれが当たり前だと思ってるんであれですけど、小さい頃からと言われてましたけど、はいじゃあお仕事ってよくこんな感じで横乗りでついていってたりとかしてたんですか？そうですね昔はお父さんが、それこそ活魚車を運転して、はい。私が隣に乗ってみたいな感じでした。もうサラブレッドやないですか。じゃあそのなんか影響だったりとかがあってじゃあ自分も乗ってみたいみたいな感じもうなんですか120%影響ですね。 120%の影響ですか？そうですねお父さんがこの仕事をやってなかったら、はい私は絶対にもうやることはなかったと思います。お父さんは今運転されないんですか？あ今運転してます。そうしてるは魚取りに行くのは基本私がメインで取りに行ってて、はいであとは私が行けない時とか、あとは配達の時にもこの活魚車は使ってます、じゃあこのお車でお父様も運転されてる、そうです。じゃあはい飾りだったりとか、はいなんかそういったところなんですけど、はいお父様がこうつけてくれてるみたいな感じなんですか？大体そうですねお父さんがご自身でなんかパーツだったりとか買ったりとかしたんですか？お父さんと一緒にはいなんか見に行くみたいな感じです、あ、うんいいっすねなんか羨ましいな。そういうこと僕もやってみたいな、それこそ今ついてるやつ全部ジェットさんですマジっすか？はいありがとうございます。そうですちなみになんかどちらの店舗に行かれてたりとかしてるんですか？岡崎に岡崎に、いつもそうあ僕海水をなんか扱ってるので、はいそうなんか錆びやすくってやっぱはいそうなので、はいなんかきちんとはいなんだろう加工じゃないですけどつけてくれる人じゃないと、はいやっぱすぐ錆びちゃうしすぐ
切れちゃう電気が。なんで多分パパのおすすめの人がなんかいるっていうのは聞きました。なんか親子で仕事できるってうん良くないですか？なんかまあそうですね、いい時もあれば悪い時もありますけど、まあでも喧嘩します？します。めちゃくちゃします。どんな喧嘩するんですか、ちなみに。魚の扱いですかね。魚の扱い、また職人の話。そうですね。結構お父さんも口が悪いので、ね、それでなんかもうムカってなって、そんな言い方しんくってもいいじゃんって言って喧嘩したりします。なんかでもお父さんとこう働いてて、良かったなって思うところってあったりするんですか？お父さんのね、なんだろう、今まで頑張ってきたのを、自分も一緒になって体感できるっていうのが、だからすごい感謝もねたくさんあるから、今度は自分がお父さんのねちょっとサポート役としてできればいいなって思って。深いな。深いですか？絶対パパ号泣してるやん。で自分はこうなっていきたいみたいな、こうしたいみたいなのあったりもするんですか？この活業ってやっぱ生きてて商品になるので、なんか傷ついたり、あとロスしてしまう魚って結構多くて、だからそういう魚をなんか最後までね使えるように、なんか飲食店をやりたいなっていうのは、ちょっとフードロスの削減も視野に入れつつ、お客さんになんかもっとね値段を安くしやすくなんか提供できたらいいなっていう風に考えてます。めちゃめちゃ壮大じゃないですか。うわー、どんな漁港なんだろう。うわ、もう海です。海っすね。オーシャンビューやないですか。そうです。めちゃめちゃいい感じの雰囲気ですね。そうですね。ポンプで組み上げてここに入れさせてもらってます。メイク終わりました。それをどうぞ。これは水温計で、なんかここの水温とお店の水温差がありすぎると魚が傷ついちゃうので。でも温度が調節できる。水槽の方に、お店の水槽の方には水温調節する機械がついてるので、それで合わせます。ちょっとなんかいろんなその積み方の癖とかってあったりするんですか？なんか活魚者ならでは。そうですね、積み方の癖、とにかくもう魚を傷つけないように、もう素早く海から水槽に移すみたいな感じですね。でクレーンだったりとかは操縦していただいて。そうですね、網でなんかすくうみたいなイメージがあるんですよ。ああ、そうですね。もうそれだけじゃなかったりもするんですか？今日はシマアジっていう魚をもらうんですけど、サモでやると傷つきやすい魚なので、カゴに少しずつ入れて、水槽に戻していきます。そうなんですね。そうですね。なんでそういうところはなんか慎重な作業がいるって感じなんですか？そうですね。もうすごい気遣います。ありがと
とうございました。ありがとうございます。またお願いします。で待ってる時って何をされてるんですか？魚が来るのを待ってます。あ、とりあえずその時は全然ボケーっとできる時間だったりとかするんです？まあそうです。あんまりボケってしてると目の前にもうクレーンが来てるとかあるので。あ、本当ですか？そうですね。なんか朝ってそう海も見えるし、なんか海の風が気持ちいいから、そうですよねなんか黄昏れちゃいすぎて、ああ、そう見ちゃいますよね。朝日を見ながらこうボケーっと、ね、たまにあやばってなる時があります。あタイを積む時、取りやすい位置にあー置いてくれて、してくれたりとかそうなんかさりげない優しさがなんか嬉しいですね。ー仲間ですね。ワンチームでやってるみたいな感じなんですね。そうですね。海水がトラックにかかってると、なんか塩まみれになってるので、綺麗に落とさないと、はいもう後の掃除も大変だし、もう錆びちゃうトラックが。ああ、ですよね。な塩水ので、だと。はい、もう毎回海水がかかったらうん綺麗に流してます。うわ、すげえ。すげえ、超泳いでるじゃないですか。またちょっと雰囲気変わりましたね。はいねえ、もう雰囲気が。